誰も来ないよ。暇だよ。暇だから自分が食べるものを作ろう。今日はイワシの香りつみれ椀です。時代小説に出てきそうなそんなしっぽりとしたお椀のおつまみもいいんじゃなかろうかということで今日はやらせていただきます。イワシ大使の話は知らないですか？イワシ大使？イワシ大使か。そうか。だからイワシ使ってるんですよ。でも、1月イワシは旬のギリギリにいますんでね、脂が乗って非常に美味しいと思います。よっ。イワシの香りつみれ椀材料です。イワシ、柚子胡椒、それから鰹だし、酒、みりん、薄口醤油、お塩、それから生姜とみょうがが薬味ですね。まずみょうが切っていこうかな。みょうがもですね、すごく繊細に切るとすごく繊細になるんですよ。たださらにここから千切り。そしたら水にさらす。ちょっとパリッとするし、ちょっと辛み少しだけ抜く感じ。じゃあ生姜すりおろしておきます。やっぱりイワシは生姜みょうが合いますね。抜群に合いますね。じゃあイワシさばいていきます。まず頭を落として腹に浮きますね。ここにね血がたまるんですよね。このとこにこの血をしっかり落とした方がいいです。血がねついてるとやっぱり生臭さ出るんで、そこだけちょっと注意かな。こうまな板についた血とかもしっかり拭いた方がいいし、本当はしっかり洗った方がいいかな。そしたらおろしていきます。中骨に沿って脈もそうですね、内側からこういう状態で、ここの骨割と気になるようだったらこうやって削いじゃうんですけど、サイズが大きいと当然ここの腹骨も太いんですよね。だから叩いてもちょっとジャリジャリする感じの時があるので、今日ちょっと大きめなんで削ごうかな。手前側だけでいいと思います。あとはこう手で叩くんでね、キッチンペーパーとかでこの黒いとこねこうやって拭き取っちゃうと骨取れるんで、それもありかな。皮引いていきます。本当はお塩してしばらく置いとくと腹のところ柔らかいから皮くっついてっちゃうんですよ。ちょっともったいないから本当はお塩ちょっとだけして置いとくとここがきれいに取れますね。はい、そしたら叩いていきます。今回つなぎを入れないので割としっかり粘りが出るまで。つなぎ入れないと結構つながりづらくてみたいなことをよく聞いたりするんですけど、難しくはないですか？難しくはない。叩けばいい。でもつなぎ入らないから本当にねほわほわですよ。柔らかい。ミキサーと包丁だと厳密には違うんですけど、この作業がねどうしても嫌だという方はミキサー使っていただいてね。そしたらここに柚子胡椒入れます。やっぱりちょっとね生臭さもないわけじゃないので、それをちょっと防ぐのと塩味も同時に入れちゃう感じ。あと柚子胡椒結構余ってるからね。余るし柚子胡椒うちでさえ余るから相当余ると思います。余りますね。でこんな感じですね。混ぜたらちょっと平らにしてなんとなく目安つけて丸める分量ポンポンのポンでいいよね。これで6等分。じゃあだし温めていきます。だからお椀といっても本当に汁物というよりは水分のあるつみれって感じですね。この間にみょうが揚げときましょう。あんまりぎゅうぎゅう絞らない。
沸いてきたら酒、みりん、お塩で薄口醤油、お塩しっかり溶かして、じゃあつみれ入れていきます。スプーンとスプーン使ってこういう感じかな。こうやってちょっとグッと押し付けるからで入れていきます。よっ、優しくですね、優しくちょっと取り扱う。ちょっと使ってないところを天地ひっくり返す感じ。でも十分つながってるでしょ。ちょっとアク引きますね。割とね火通りもいいので、ちょっと味見、いいんじゃないかな。こう触った時に中の芯が最初生だともうほんとブニュブニュなんですけど、ちょっとだけ締まった感じになります。それが目安ですね。煮る時間で1分半とか2分とか、あんまりガンガン煮ちゃわない方がいいと思います。で火止めます。でそっていきます。ここにみょうがたっぷり、からおろしはい、完成です。今日はお酒はですね、佐藤匠、鳩正宗酒造さんですね。これ企てって読めるんですけど、佐藤匠さんって読みますからね。この杜氏さん僕は仲良くてですね。いただきます。うまい。すかさずお酒。ああ、いいですね。ふくよかな余韻があって、ちょっと塩味強めにしてるんですよ。お酒に合わせてぼやけないようにしっかり味にしてますね。だからイワシのつみれがいわゆる山芋とかふわふわの柔らかさじゃなくて、ポロっていう感じの柔らかさなんですね。やっぱり身だけでつないでるから。でほのかに柚子胡椒、いい意味でイワシの生臭さを抑えてくれてますよね。非常にいいお椀だと思いますね。これをこんなちっちゃいカップでね、ちょっとどうですかみたいな、酒漬けで。酒漬けしかやってねえなこれ。いいか。じゃあ次回またお楽しみに。閉店です。